お世話になっております。マサルです。今回もネットワークスペシャリスト試験令和5年午後に問い2をテーマに一緒に勉強していきたいと思います。今回のテーマはロードバランサの制御方式 X フォワーディット4ヘッダ SSL TLS オフロードについて一緒に勉強していきます。それでは早速始めましょう。まずは令和5年度ネットワークスペシャリスト午後に問い2の全体像からお伝えします。この動画は IT 転職のきっかけはきっかけエージェント、エンジニアへの第一歩はスタラボ、スタイルラボ、以上2社のご協力でお送りしています。きっかけエージェントさん、スタイルラボさん、ご協力ありがとうございます。協力企業の詳細は概要欄からご覧ください。この問題では DNS レコード、サーバー証明書、ロードバランサー、X フォワーディット4ヘッダ、SSL、TLS オフロード、ケルベロス認証、サムル認証、このようなテーマが話されていました。過去動画で DNS レコード、サーバー証明書、ロードバランサーについてはお話ししているので、最初から勉強したい方は過去動画をご覧ください。今回はロードバランサの制御方式や X フォワーディット4ヘッダ、そして SSL、TLS オフロードについて勉強していきます。それでは今日も一緒に頑張りましょう。まずはこれまでの流れをダイジェストでお話しします。思い出すところから始めていきましょう。今回の問題のテーマは EC サーバーの増強に関する問題です。Y 社では EC サイトを使って通信販売を行っています。EC サイトの DNS サーバーでは2つのドメインを管理しています。インターネット向けのドメイン example.jp と社内向けのドメイン example.lan です。EC サーバーにはサーバー証明書が用意されています。それは EC サーバー example.jp のサーバー証明書です。つまり example.lan のサーバー証明書は用意されていません。EC サーバーではアクセス元の IP アドレスをログとして管理しています。こちらは後から関わってくるので思い出しておいてください。Firewall では静的 NAT が設定されています。DMZ 内の各サーバーのプライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスを1対1で変換しています。そして DNS サーバーで設定されているゾーン情報も思い出しておきましょう。インターネット向けのドメインでは A レコードとしてグローバル IP アドレスが設定されていて、社内向けのドメインに関しては広域イーサモを経由して接続をするので、プライベート IP アドレスが設定されています。さらに EC サーバーでのセッション管理方法についても説明がありました。Web ブラウザが最初に EC サーバーにアクセスをしたとき、EC サーバーではランダムな値をセッション ID として生成します。その生成したセッション ID を Web ブラウザに応答します。Web ブラウザではそのセッション ID を使って自分からの通信であることを知らせます。ここまでが今回の事例の背景です。なんとなく思い出せましたか？問題文ではこの後 EC サイトの応答速度の低下という章が続いていきます。ある日お客さんから EC サーバーの応答が遅いというクレームがありました。担当者が調べてみた結果、EC サーバーの CPU の利用率が高くなっていて処理能力が不足していることが分かりました。そこで EC サーバーの増強を行います。EC サーバーは EC サイトを停止せずに増強を行えるスケールアウト方式を採用することにしました。スケールアウトするということは、増強したサーバーに対して処理を振り分ける必要があります。そこでロードバランサを利用します。ロードバランサにはソース NAT の機能があります。ソース NAT を利用すると、ロードバランサが受信したパケットを EC サーバーに振り分けるときに、送信元 IP アドレスをロードバランサの物理 IP アドレスに変換して処理をします。もしソース NAT を利用しない場合、EC サーバーがパケットを受信した時の送信元 IP アドレスはお客さんの IP アドレスになります。つまり応答の通信がそのまま返っていくことになるので、ロードバランサを経由しません。一方、ソース NAT を使うと、ロードバランサが振り分けを行うときに送信元 IP アドレスをロードバランサーの物理 IP アドレスに変換します。その結果、応答の通信もロードバランサを経由させることができます。
そうすることで図5の通信経路を実現することができます。ここまでが過去動画の復習です。皆さん、内容を思い出せましたか？それでは今回のパートを一緒に勉強していきましょう。まずは EC サーバーの増強構成とロードバランサーの設定という章から始めていきます。設問先読みです。本文中、下線3についてどの機器を示すことになるかを図3中の機器名で答えよ。また、下線3の特別な IP アドレスは何と呼ばれるかを本文中の軸で答えよという設問です。では問題文を読み進めていきます。ロードバランサーを使ってどのように EC サーバーを増強するか担当者が話し合いを行います。まずお客さんが EC サーバーに接続をするときの URL が話題になります。担当者はお客さんが EC サーバーにアクセスするときの URL の変更は不要ですと発言しています。つまりこれまで通りお客さんは https://ecserver.example.jp と指定すれば EC サーバーにアクセスすることができるようになっています。しかし今回の増強に伴って社内向けのドメイン .lan に関しては図4で示しているロードバランサーの IP アドレスと各 EC サーバーの IP アドレスを A レコードで追加する必要があります。ここで下線3が出てきています。図2中の交番ごと交番11のリソースレコードは図3の構成では図1とは違う機器の特別な IP アドレスを示すとあります。では交番ごと交番11のリソースレコードはどの機器を示すことになるでしょうか？図3中の機器名を使って答えてください。わかりやすいように図1のこれまでのネットワーク構成図も表示しているので2つのネットワーク構成図を見比べて答えを考えてみてください。まずは問題で問われているどの機器を示すことになるのかを考えてみてくださいね。交番5と交番11は図3の機器の中のどの機器を示すことになるでしょうか？考えてみてください。それでは正解の発表です。正解はロードバランサーですね。図3中の機器名で答えようと書いているので LB と書くようにしてくださいね。お客さんも社内ドメインを利用する人も負荷分散をするためにまずはロードバランサーにアクセスする必要があります。ではこの時アクセスするロードバランサーの特別な IP アドレスは何と呼ばれるでしょうか？本文中の軸を使って答えていきましょう。ヒントはこちらです。導入するロードバランサーに対する説明がありました。この赤枠の中の問題文を読んでロードバランサの特別な IP アドレスが何と呼ばれているか考えてみてください。正解はこちらです。仮想 IP アドレスですね。導入するロードバランサーには負荷分散用の IP アドレスである仮想 IP アドレスで受信したパケットを EC サーバーに振り分けるとあります。なのでこのまま仮想 IP アドレスと答えてください。ここまでの情報をまとめると交番5と交番11には EC サーバーの IP アドレスとしてロードバランサーの仮想 IP アドレスが入るということになります。この設定によってクライアントからの EC サーバー宛ての通信をロードバランサーで受信することができるようになります。この構成は少し複雑なので説明したいと思います。例えばインターネットからお客さんの PC が EC サーバー example.jp にアクセスする場合を考えていきましょう。最初に DNS サーバーに対して EC サーバー example.jp の IP アドレスを問い合わせます。この時 DNS サーバーは自身の DNS レコードから EC サーバーの IP アドレスは 100.A.B.2 であることを応答します。クライアントは DNS によって IP アドレスを取得したら対象の IP アドレス 100.A.B.2 にアクセスを試みます。この時 Firewall では静的 NAT が設定されているので 100.A.B.2 宛ての通信は 192.168.1.2 に変換されます。この 192.168.1.2 はロードバランサーの仮想 IP アドレスです。静的 NAT によってお客さんからの通信がロードバランサーまで届きました。
ロードバランサーは振り分けルールに従って各サーバーにパケットを振り分けることで負荷分散をすることができます。この通信の流れを問題文から読み取るのは大変だと思いますが、少しずつ練習しておきましょう。では続けていきます。次の設問です。下線4についてホスト名の他に変更する情報を答えよという設問です。下線4を読んでいきます。図4のリソースレコードの追加に対応して季節 EC サーバーに設定されている2つの情報を変更しますとあります。ではこれまでの EC サーバーの設定とこれからの EC サーバーの設定で何が違うのか見比べてみてください。まずホスト名が違いますよね。 EC サーバーから EC サーバー1になっています。なので EC サーバーに設定しているホスト名を変更する必要があります。これが設問で言われているホスト名の部分です。設問では他に変更する情報を答えよと書いているので、もう一つ変える必要があります。それではこれまでの設定とこれからの設定を見比べて、どの情報を変更すればよいでしょうか。考えてみてください。それでは答えを発表します。答えは自身の IP アドレスですね。これまでは 192.168.1.2 だったものを 192.168.1.5 に変更する必要があります。ちなみにこれまで使っていた 192.168.1.2 の IP アドレスはロードバランサーの仮想 IP アドレスとして使われることになります。次の設問です。下線5についてどの機器からどの機器の IP アドレスに変更するのかを図3中の機器名で答えよという設問です。問題文を読み進めます。担当者はロードバランサーのソースナットについて話し合いを続けます。担当者がソースナットを選択するか検討した結果、EC サーバーの運用を変更しないためにソースナットは行わない予定ですとあります。おそらくここの EC サーバーの運用というのはアクセス元の IP アドレスなどをログとして管理しているという部分のことを言っています。もしソースナットを利用するとアクセス元の IP アドレスが全部ロードバランサーの IP アドレスに変わってしまうので、ログの管理ができなくなってしまいます。ここで下線5です。パケットの転送を図5の経路にするために季節 EC サーバーではデフォルトゲートウェイの IP アドレスを変更しますとあります。ではソースナットを利用しない場合、季節 EC サーバーのデフォルトゲートウェイの IP アドレスをどの機器からどの機器に変更するのか考えてみてください。それでは正解を発表します。正解は Firewall Z からロードバランサに変更するです。これまでの構成の中では DMZ の中にルーティングできるような機器は Firewall Z しかありません。なので Firewall Z が季節 EC サーバーのデフォルトゲートウェイになっていると推測することができます。これからの構成では季節 EC サーバーからの応答のパケットをロードバランサーを経由させたいと考えています。もしこれまでの構成のまま EC サーバーのデフォルトゲートウェイが Firewall Z になっていると、この通信が Firewall Z に渡されてしまいます。つまりロードバランサーを経由しなくなってしまうんですね。この場合図5の経路にならないということなので、図5の経路にするためにデフォルトゲートウェイの設定を変えます。Firewall Z だったものをロードバランサーにデフォルトゲートウェイを設定変更することで、応答の通信をロードバランサーに向けることができます。この設定をすることで季節 EC サーバーからの応答をロードバランサーを経由してFirewall Z まで届けて、つまり図5で示している転送経路通りに応答することができるようになります。それでは次の設問です。下線6について X Forwarded for フィールドを追加する目的を35字以内で答えよという設問です。問題文の中では EC サーバーのメンテナンス方法について議論がされていきます。メンテナンスなので運用管理者が広域イーサムを経由して EC サーバーにアクセスしてメンテナンスを行うことになります。その場合、お客さんがメンテナンス中の EC サーバーにアクセスをしないようにメンテナンス対象の EC サーバーを負荷分散対象から外します。
その後、運用 PC から EC サーバーにアクセスをしてメンテナンス作業をすることを考えます。しかし、この方法だと運用 PC から EC サーバーに通信できないと説明されています。その理由は、今回導入予定のロードバランサーはルーターとして動作しないからと説明されています。これは何を言っているのかというと、先ほどの EC サーバーのデフォルトゲートウェイの設定のことを言っています。EC サーバーにはデフォルトゲートウェイとしてロードバランサーを設定しています。そうなると、運用管理者から EC サーバーに接続した時の応答のパケットがロードバランサーに送られることになります。ロードバランサーはルーターとして動作しないので、この応答を処理することができません。そうなると通信できないということです。なので、デフォルトゲートウェイを変更することになります。これまでは応答の通信をロードバランサーを経由させるためにデフォルトゲートウェイをロードバランサーにしていましたが、ロードバランサーのソースナットを利用して応答の通信をロードバランサーに向けることにします。さらに EC サーバーのデフォルトゲートウェイを Firewall Z にします。この2つの設定をすることにしました。では、この2つの設定をすることで、運用管理者が EC サーバーをメンテナンスをするときを考えてみましょう。運用管理者が EC サーバーに接続の要求を行います。要求を受けた EC サーバーは、デフォルトゲートウェイである Firewall Z に向けて応答を届けるので、無事に通信をすることができます。ここで下線6が出てきています。EC サーバー宛てに送信する HTTP ヘッダーに X forwarded for フィールドを追加するようにしますとあります。では、どうして X forwarded for フィールドを追加するのでしょうか。その目的を35字以内で考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は EC サーバーにアクセス元 PC の IP アドレスを通知するためです。ロードバランサーでソースナットを有効にした場合、EC サーバーにとっては全ての送信元 IP アドレスがロードバランサーの IP アドレスになります。これだとアクセス元の本来のクライアントの IP アドレスがわからなくなってしまうので、ログとして機能しません。そこでロードバランサで X forwarded for フィールドを追加するように設定します。送信元の IP アドレス自体はロードバランサーの IP アドレスのままですが、HTTP ヘッダに本来のクライアントの IP アドレスが追加されることになります。HTTP ヘッダに本来のクライアントの IP アドレスが追加されることになるので、EC サーバーではその情報をもとにログの管理ができるようになります。次の設問です。下線7について対応するための作業内容を50字以内で答えよという設問です。問題文の中ではサーバー証明書が話題になります。EC サーバーを増強するわけですが、増強したサーバーにはサーバー証明書をインストールする必要があるのか検討します。その結果、EC サーバーにはサーバー証明書をインストールせずに、下線7、季節 EC サーバー内のサーバー証明書の流用で対応できますという結論になっています。では、下線7に対応するための作業内容を50字以内で答えてください。この問題はちょっと難しいのでヒントも出しておきます。答えるときには、季節サーバーの中にサーバー証明書の他にどんな情報が格納されているのかを意識して答えてください。それでは正解を発表します。正解は、季節 EC サーバーにインストールされているサーバー証明書と秘密鍵の鍵ペアをロードバランサに移すです。ロードバランサにサーバー証明書を移すと思った方が多いと思いますが、サーバー証明書だけでは署名をすることができません。サーバー証明書と秘密鍵はセットで利用します。よってサーバー証明書と秘密鍵のペアをロードバランサに移す必要があります。ちなみにこの作業を行うと SSL TLS オフロードも実現できています。SSL TLS オフロードとは、サーバーが本来担当する SSL TLS の通信の暗号化や複合をロードバランサなどの中継機器に任せることができる機能です。今回の場合、SSL TLS の暗号化複合の処理をロードバランサが担当してくれるので、Web サーバーの CPU の負荷を下げることができます。お客さんからの HTTPS の通信をロードバランサで受け付けて、
ロードバランサから EC サーバーは暗号化されていない HTTP で通信をすることで EC サーバーの通信の負荷を軽減することができるということですね。これは少し余談ですが、最近は内部ネットワークであっても信頼してはいけないというゼロトラストの考え方が定着してきています。なので内部の通信であってもやはり HTTPS で行った方が良いという考え方もあると思うので、そのあたりも皆さん覚えておくようにしておきましょう。では次の章です。次はロードバランサの制御方式の検討という章です。設問先読みです。下線8についてセッション維持ができなくなる理由を50字以内で答えよという設問です。問題文を読み進めていきましょう。新しく導入するロードバランサーには負荷分散機能、セッション維持機能、ヘルスチェック機能の3つがあります。まずは負荷分散機能について説明があります。負荷分散機能というのは言葉の通り、アクセス元であるクライアントからのリクエストを負荷分散対象であるサーバーに振り分ける機能ですね。今回の EC サーバーはリクエストの内容によってサーバーにかかる負荷が大きく異なるので、 EC サーバーにエージェントを導入し、エージェントが取得した情報をもとに EC サーバーにかかる負荷の偏りを小さくすることが可能と書いています。ここはちょっと分かりにくいので補足します。もしクライアントからのリクエストによってかかる負荷があまり変わらなければ、ロードバランサでは単純に順番で EC サーバーに振り分ければ OK です。しかし今回の事例のようにリクエストの内容によってかかる負荷が大きく異なる場合は、単純な順番で振り分けてしまってはうまく負荷分散ができません。そこで EC サーバーにエージェントを導入します。各 EC サーバーに導入したエージェントがロードバランサーに今どれぐらい負荷がかかっているのかを連携して報告します。連携された情報をもとにロードバランサーは振り分け先を決めるということですね。次はロードバランサーのセッション維持機能についてです。ロードバランサーにはセッション維持機能がついています。これは同一のアクセス元からのリクエストを同一セッションの間は同じサーバーに転送する機能です。つまり PC1 と EC サーバー1が通信をしていたら、同じセッションにおいてはずっと PC1 と EC サーバー間で通信をできるようにセッションを維持する機能です。この後ロードバランサではアクセス元の識別方法として IP アドレスとポート番号との組み合わせおよびクッキーに記録された情報によって行う3つの方式があると説明されます。もし IP アドレスだけでアクセス元を識別してしまうと、同じ会社にいる人からの通信は同じグローバル IP アドレスになるので、振り分け先のサーバーがいつも同じになってしまい、負荷分散の観点から好ましくありません。よって IP アドレスによるアクセス元の識別方法は良くないということですね。ここで下線8です。IP アドレスとポート番号との組み合わせでアクセス元を識別する場合は、TCP コネクションが切断されると再接続時にセッション維持ができなくなる問題が発生するとあります。ではどうしてセッション維持ができなくなるのでしょうか。その理由を50字以内で考えてみてください。それでは正解の発表です。正解は TCP コネクションが再設定されるたびにポート番号が変わる可能性があるからです。例えばロードバランサーにパケットが届いた時の送信元の情報を想像してみてください。送信元の IP アドレスはお客さんが使うルーターに設定されているグローバル IP アドレスですね。そしてポート番号はルーターが NAPT の機能によって割り当てたポート番号です。ルーターの NAPT 機能は一般的に空いているポート番号を利用するので、クライアントが TCP コネクションをするたびにNAPT によってどんなポート番号に変換するのかがわからないので、セッション維持ができなくなってしまいます。なので IP アドレスとポート番号の組み合わせで識別する方法も今回の場合は向いていません。というわけで今回は最後に書いているクッキーに記録された情報をもとにアクセス元を識別します。それでは次の設問を見ていきましょう。設問先読みです。下線9について、ロードバランサがセッション管理テーブルに新たなレコードを登録するのは
どのような場合か60字以内で答えよという設問です。下線9はこの後すぐに出てきます。クッキー中のセッション ID と振り分け先のサーバーから構成されるセッション管理テーブルをロードバランサーが作成し、このテーブルを使用してセッションを維持する方式を利用するとあります。このロードバランサーのセッション管理テーブルが設問になっています。ロードバランサーがセッション管理テーブルに新たなレコードを登録するのはどのような場合でしょうか。60字以内で答えてください。ヒントはクッキーを作るのはクライアントなのか、それともサーバーなのかを意識してもらうと良い回答が書けるかもしれません。それでは正解を発表します。正解はサーバーからの応答に含まれるクッキー中のセッション ID がセッション管理テーブルに存在しない場合です。ちょっと分かりにくいと思うのでここも説明します。まずクライアントからの要求が EC サーバーに届きます。この要求は初回の通信なのでクッキーの情報はありません。要求に対して EC サーバーは応答します。この時サーバーはクライアントを識別するためにクッキーにセッション ID を入れて応答します。応答の通信はロードバランサーを経由します。ロードバランサーはこの通信が経由するタイミングで通信内容を確認してクッキーの情報がセッション管理テーブルに存在するのかを確認します。例えば今回の場合セッション ID が1です。セッション ID1 という情報がセッション管理テーブルに存在しない場合、ロードバランサーはセッション管理テーブルにセッション ID1 と振り分け先のサーバーの対応付けを新たなテーブルとして登録します。この動作が今回の問題で問われている部分です。ではその後の流れを見てみましょう。その後応答の通信がクライアントまで届きます。クライアントはクッキーとしてセッション ID1 を受け取っています。クライアントは自分自身であることを知らせるためにセッション ID1 という情報を含めて次の通信を行います。次の要求パケットにクッキーとしてセッション ID1 という情報が含まれています。その通信がロードバランサーに届くと、ロードバランサーはセッション管理テーブルを参照して振り分け先を判別します。今回はセッション ID1 なので EC サーバー1が振り分け先だと判別することができます。こうしてクライアントとサーバー間で同じセッションの通信は常に同じサーバーに振り分けることができるという仕組みです。それでは次の設問です。下線10についてレイヤー3およびレイヤー4方式では適切な監視が行われない。その理由を25字以内で答えよという設問です。今回の動画ではこれが最後の設問です。最後の設問頑張りましょう。ロードバランサーにはヘルスチェック機能があります。ヘルスチェック機能とは振り分け先のサーバーの稼働状態を定期的に監視し、障害が発生したサーバーを不可分散の対象から外す機能です。これは大切な機能ですよね。ロードバランサーが故障しているのに、そのサーバーに処理を振り分けてしまうと、クライアントはサービスを利用することができません。ヘルスチェック機能にはいくつかの方式があります。レイヤー3、レイヤー4およびレイヤー7。各レイヤーで稼働状態を監視できるようです。今回はレイヤー7方式を利用します。そしてここが設問になっています。レイヤー3およびレイヤー4方式では適切な監視が行われないとあります。その理由を25字以内で答えてください。それでは正解の発表です。正解はサービスが稼働しているかどうか検査しないからです。レイヤー3、レイヤー4、レイヤー7、皆さん違いはイメージできますか？レイヤー3はネットワーク層なので IP レベルでの監視です。例えばピングによる接続確認がレイヤー3の監視です。今回の監視対象は Web サーバーなので、ピングで応答があったとしても Web サーバーとしてのサービスが稼働しているかどうかまでは確認することができません。これはレイヤー4チェックでも同じです。今回の場合、障害が発生しているかどうかはレイヤー7のチェックによってWeb サービスが提供されているかどうかの確認が必要です。確認方法として、例えば HTTP リクエストを送ってみて
レスポンスコードが 200OK になっているかどうかをチェックするなどがあります。余談ですが、情報処理安全確保支援士でも同じような問題がよく出題されています。それぞれのレイヤーで監視するとはどんなことをするのか、そしてその監視をすることでどのようなことがわかるのかはしっかり覚えておく必要がありそうですね。それでは今回の動画は以上です。最後まで見てくださりありがとうございました。多くの方に動画を見てもらって、たくさんの方に合格の喜びを届けたいと思っているので、よかったらチャンネル登録や高評価ボタンで応援してもらえるととっても嬉しいです。最後に少しだけお知らせです。マサルの勉強部屋では成長したいエンジニアを応援するオンラインコミュニティを運営しています。オンラインコミュニティに入って一緒に勉強してみるのはいかがでしょうか。一人で勉強するのが孤独、質問できる環境が欲しい、そんな方はお気軽にオンラインコミュニティに参加してみてください。定期的にいろんなイベントをやっているので、勉強習慣を身につけたり、勉強仲間を見つけることができると思います。参加方法は YouTube のメンバーになるボタンからオンラインコミュニティに参加するプランを選択していただいて、Discord と YouTube のアカウントを連携すると参加することができるようになります。参考までにこちらが4月のイベントスケジュールです。今は春試験に向けてみんなで一緒に勉強を頑張っています。入会や大会にかかる費用はありません。試験前だけ参加してみようという方も大歓迎です。お気軽に遊びに来てください。それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。